熊谷の暑さ、今日はどうなるのかしら？朝から予定を組み替えるレベルじゃん。その暑さのニュースから見ていくのだ。今日は高気圧に覆われて広く気温が上がるのだ。熊本市や大分の日田市では40度の予想よ。40度ってスマホの天気欄で見たら二度見するやつじゃん。しかも東京の都心でも35度まで上がる見込みね。酷暑日って最高気温が40度以上の日を指すのだ。学校なら校庭に出た瞬間に予定変更だよね。外で頑張るほど立派という話ではないわ。僕は暑さでずんだ餅になりそうなのだ。もともと餅なのに何へ変わるつもりかしら。そこは冷蔵庫に避難でしょ。かわいい。熱中症警戒アラートは41の都府県に出ているのだ。水分だけでなく塩分も取り、冷房も使ってね。みんなは今日外せない用事をどう調整する？アーシなら移動を朝か夕方に寄せるかな。今後1ヶ月ほど高温が続く見込みなのも心配ね。一方、北海道と東北は夜まで雨や雷に注意なのだ。同じ日本で暑さと大雨が分かれるの不思議じゃん。次は米韓外相が北朝鮮をめぐって話したニュースなのだ。諸外相トルビオ長官が電話で会談したのね。電話一本で国際情勢が動くってスケール違いすぎ。朝鮮半島の平和と核問題で協力を続けることで一致したのだ。非核化は核兵器をなくす方向へ進めることよ。でも会談したからすぐ解決ってわけじゃないよね。トランプ大統領は年内の米朝会談に意欲を示しているのだ。実現したら北朝鮮への姿勢が焦点になるわ。非核化をどこまで求めるのか、そこが気になるじゃん。私なら言葉だけでなく具体的な行動を見るわね。学校の係決めなら目標だけでなく担当表まで必要なのだ。国同士の交渉を係決めと同じにしないでちょうだい。でも約束を形にするって意味では分かりやすいですよ。米韓同盟に関わる幅広い課題も話し合われたのだ。この先は会談が本当に実現するかを見たいわ。みんなは対話で進むと思う？それとも難しいかな？続いてはアメリカの対イラン制裁が広がるニュースなのだ。レッセント財務長官が大規模な経済制裁を始めたのね。イランと取引する企業や個人まで対象になるんだ。二次制裁は直接関係ない国や企業にも影響しうる措置なのだ。取引相手を広げて関わる側にも圧力をかけるわけね。友達の友達までルールの対象になる感じで広すぎじゃん。言い方はともかく企業にはかなり厳しい確認が必要よ。重点分野はデジタル資産、技術、金、航空、海運なのだ。ネットのお金まで入るの。時代を感じる。経済版孤立作戦、エコノミック、アイソレーション。メタン先輩、その言い方だと映画の作戦名みたい。大げさに聞こえても企業には現実の損失になるわ。アメリカは今週末までに金融機関への制裁も発表する予定なのだ。そこまで広がると世界の貿易にも響きそうじゃん。ただ長官は世界の金融システムを崩壊させたいわけではないと説明したの。イラン側は金融や貿易のつながりを断つのは容易でないと反発しているのだ。みんなの生活ではまず燃料や物流への影響が気になるよね。私の財布には遠い国の制裁でも無関係とは言い切れないわ。今後は追加制裁の範囲と各国企業の対応がポイントなのだ。国際ニュースでも結局は物の値段につながる可能性があるのね。ニュースって遠くの話に見えて意外と近いじゃん。ここで大分県の意外な記録を一つ紹介するのだ。熱い話の後に温泉とは随分贅沢な流れね。大分県は源泉数が日本一で数は4445カ所なのだ。そんなにあるの？県中温泉だらけって感じじゃん。しかも湧き出すお湯の量も日本一なのだ。温泉の数だけでなく量まで一番なのはすごいわね。別府温泉や湯布院温泉が有名で県は温泉を PR しているのだ。大分の暑さは大変だけど温泉店の記録は覚えた。暑さや国際情勢など気になった記事は概要欄でも見られるのだ。役に立ったら高評価をポチッと押してくれたら嬉しいな。無理をしない一日を過ごしてまた次回も見に来てね。